はい、屋根とね壁のとこに結構な隙間があるので、そこに断熱をやっていきたいと思います。おお、だいぶ膨らんできました。よかった。雑な感じですけど、やらないよりはやった方がいいはずです。やばい、外から緑色がなんか少し出てきました。終わりました。はあ。そもそも柱が水平じゃないんで、ちょっとここの水平を取るの大変だったんですけど、水平器とかやりながらなんとか天井も水平になりました。66.5。
ここからここが91センチでちょうど合板の幅になるので、このように縦でそのまま貼っていく感じです。レーザー彫刻が大好きで4年ほど前からよく使っていて、今回は僕が愛用していたレーザーペッカーの最新機種を提供していただいたので紹介します。 YouTube で何かを提供してもらうのはかれこれ2年ぶりで、普段はお断りするのですが、このレーザーはほんとめちゃくちゃ最強なので最後まで見ていただけると嬉しいです。今回使用したのはレーザーペッカーの LP5 です。彫刻以外にも木材やアクリルなどもカットすることができるパワー最強の 20W タイプです。レーザーは木材や革製品などに使うものとステンレスやチタンなどに使うものの2種類があり、このレーザーは両方できるタイプなので、この1台あればほとんどの素材に加工カットなどができます。では細かい詳細の前にどのようなことができるのか早速実験です。このようにデータを入れるだけで自動で彫ることができます。今までいろいろなレーザーを使いましたが、レーザーペッカーを愛用している理由がアプリの操作性です。スマホで簡単にできるので気軽にレーザーができて使いやすいです。ではスマホ画面も見ながらいろいろレーザーやっていきます。スマホにデータを入れたらプレビューでどこにレーザーを彫るのか事前に見えるので、サイズ合わせも簡単です。アプリで手書きで形を決めることもできるので、植物の小さい看板も作りました。レーザーはいろいろな種類がありますが、やっぱり 20W あると板をカットすることも簡単で、今回の LP5 は 20mm の木材もカットできます。なのでホームセンターに売ってる 1x4 材とかもカットできるので重宝してます。では次はステンレスなどにも加工していきます。
これ以外にも 3D マップを設定し彫刻に厚みを出したり、もっと細かくカットして木の模型パズルを作ったり、レーザーの可能性は無限大です。追加でアクセサリーを購入するとコップや丸いもの、大きいサイズにレーザーを使うことも可能です。レーザーペッカーはずっと愛用しているのでいい面をいろいろ言いましたが、こんだけの機能がついているので正直価格は高めです。あとパワーもあるのでファンの音が少し大きいです。僕は LP2 というのをずっと使っていて、カットとかではなく木や革製品への彫刻はこちらでも十分だと思います。割引を入れて10万円以下で購入できます。今回紹介した LP5 は金属などにも加工したい、木材を簡単にカットしたい、本格的にレーザーをやりたい方には特におすすめです。YouTube で2年ぶりに物を紹介しましたが、動画を見てくれてる方のおかげなので、自分が愛用してるもの、これからも使いたい、使ってみたいと思うもの以外は紹介しません。レーザーは高額ですが、それ以上にめちゃくちゃ面白いので、概要欄からサイトの方もぜひ見てみてください。僕は木の模型図を作りたくなったので、設計図や 3D の勉強も始めました。レーザーレベルが上がったらまた動画にします。最後までご視聴ありがとうございました。次回、古民家雪景色。